Hello World! Today's video is sponsored by Tokyo Treat and Sakurako. コンカフェにはよく高校中退した中卒の女の子だったり、そもそも学校行ってない女の子だったり、あとはすっごい病んでるような女の子が働いてるっていうのをよく聞くんですけど、うちのお店とかは両親がまともじゃなかったというか、ちょっと教育に興味なかったり、ちょっと虐待みたいなんですけど、そういうこともあったりとかして、中学校もまともに行けてない子とかも全然いたので。新宿とか池袋とか渋谷でガールズバーとかキャバクラを経営してる、半グレっぽいかったりヤクザっぽい感じのオーナーの人が、秋葉原とかそういうところに進出して、こんな感じでソファーとかでつなぎ同士になったりとかしてたりとかもあったんで、そのメンズコンカフェでめっちゃお金使うようになっちゃってみたいな。でさらにそっから風俗に、落ちちゃったりですとか、あとキャバ嬢になっちゃったりですとか、そういう子とかもやっぱりいるので、そういった意味ではやっぱりコンカフェブーム、働いてたコンカフェのオーナーが逮捕されたみたいじゃないですか。そうですね。何があったんですかね。Tokyo Treat. You will get up to 20 of the latest, most exclusive limited edition and seasonable flavors Japanese snacks, which is only available in Japan for limited times, like Sakura Pepsi, Japanese Sake Kit Kats, and many more. This month's Tokyo Treat CM Ninja Snack Adventure into Japan's most elusive and mysterious world of ninja. This month's Tokyo Treat box is packed full of sneaky surprises of savory and sweet ninja-inspired treats. You can get legally a sword and shuriken. There's gum into it. Great Kit Kat chocolate orange. Oh, it looks so delicious. Yummy. Sakurako, you will receive 20 traditional and authentic Japanese artisan snack items, including Japanese teas and one special Japanese tableware with your box every month. This month's Sakurako kitchenware is Mercury Praise. It's so cool. Sakurako helps in partnering with local Japanese snack makers to continue to share Japanese culture and traditions that have been passed down for over 100 years. This month's Sakurako CM flavor of Hakone. This month, Sakurako partners with the Kanagawa Prefectural government for a limited edition inspired by tranquil lake shores and therapeutic water of Hakone. We invited Yokohama Roman Sketch Biscuit and Yokohama Raisin Sandwich. Both are famous confections of a company with a long history in Yokohama. Both have a cool retro design and same old delicious taste. It's cool. いただきます。Elegant taste. Raisin sandwich. This is always delicious Tokyo Treat booklet. You learn about the history of Japanese ninja and their snacks. Sakurako booklet. With this book, you can enjoy the traditional sweets of Kanagawa while traveling in Hakone. We want to invite everyone to experience Japan from the comfort of your own home through our snack box. It would be nice to enjoy the Japanese ninja snack and Hakone snacks all to yourself. But the strategy to please friends and family by giving them as gifts would also be great. And what a deal! Enter the code Yuki on the first order. View the link in the view overview section and you'll get $5 off. It's genius. Thank you. 働いてたコンカフェのオーナーが逮捕されたみたいじゃないですか。そうですね。何があったんですかね。コロナの助成金みたいなやつが東京都から支給されるみたいなのがあって、ちょうどコロナで飲食店が8時以降やっちゃダメみたいな時に8時まで営業をしてたお店に対して東京都から給付金がもらえるみたいな、そういう制度があったんですけど、その時にオーナーさんが営業してないお店の分まで助成金を受け取ってて、それがコロナの不給受給っていう風に言われて、警察に捕まったっていう感じですね。そうだったのですね。最近だと秋葉原のコンカフェで、キャストさん、お店が摘発されて女性の従業員とか経営者も全部逮捕されたっていう事件があって、でそのグループの何店舗が摘発されたりとか、あとは最近だと、13歳の女の子に、年齢をごまかさせて仕事をさせて、それで13歳の女の子はお酒を提供してたお店とかも摘発されたりしてたわけじゃないですか。結構そういった業界は
危なくなったりしてきてるんですけど、その背景にはやっぱり新宿とか池袋とか渋谷でガールズバーとかキャバクラを経営してる、半グレっぽいかったりヤクザっぽい感じのオーナーの人が秋葉原とかそういうところに進出して、そういった夜のお店をなんか展開しようとしてるようなイメージがあるんですけど、そういったものにはどういった背景とかってあるんですかね。そうですね。めっちゃ専門家とかじゃないんで、あくまでその働いてた女の子としての意見なんですけど、いくつかあると思ってて、まず1個目がなんか渋谷とか新宿とかのお兄さんとかって割とこう遊び慣れてたりとかするから、キャッチとかを回避するのがやっぱ上手い人がやっぱ多いかなっていうふうに思うので、やっぱ秋葉原とかで女の子と遊び慣れてない人とキャッチに慣れてない人とかがやっぱ引っかかりやすいのかなっていうふうに思うのと、あともう一個がなんか最近ってコンカフェっていうなんか名前だけめっちゃブームになってて、なんかインフルエンサーが働いてたりとか、それこそコンカフェのなんか運営がアイドルやってたりとか、そうやっぱいろいろあって、コンカフェ自体めっちゃブームになってて、それでその運営側はまずコンカフェって名前で女の子とかを雇いやすい。でしかもキャバクラとかガールズバーとかよりも低い時給で女の子とかを働かせられるので、コンカフェの方が。例えばキャバクラで時給例えば4000円5000円とかでもコンカフェってやっぱり1000円2000円とかそんぐらいで済んじゃうので、やっぱりだからそういった意味でもそういう運営さんが稼ぎやすいっていうのもあるのかなっていうふうに思いますね。そうなんですね。うまいこと世の中できてるなと思いますよね。そうですね。やっぱりなんか強い人がお金をこうむしり取っている感じはするなって思いますね。そうですね。しかもそこに可愛い子の憧れとかそういった感情を利用したりとか、あとは、なんだろう、男慣れしてない女慣れしてない男の子をすごい可愛い子が声かけるっていうさ、なんだろう、うまい三角関関係じゃないですか。はい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 。ビジネスとしてもめちゃくちゃ優秀だし、目の付けどころがいいなとは感じますよね。そうですね。風営法の許可がないお店とか、結構世の中にザラにあったりして、でちょっと違法かどうか怪しいお店とかも結構あったりするじゃないですか。係なんですが、そういうのが分からない状態で、スタッフとして働くっていうのはやっぱりリスクある感じなんですかね。そうですね。なんかうちの働いてたお店とかもそうなんですけど、基本的にカウンター越しで接客するとか、あとはそのテーブルにいるお客さんに対してなんかこう立って女の子が立ったり、テーブルに座らずに床とかにこう膝をついて座ったりとかしてっていう感じだったらOK なんですけど、今こんな風にして隣に座って接客するお店とかはまず違法なんですね。で、私が働いてたお店とかもこんな感じでソファーとかで隣同士になったりとかしてたりとかもあったんで、そこはめっちゃ違法なんですけど、あとはたとえカウンターがあって一見カウンター越しに接客してるお店っぽいなっていう風に思っても、なんか中にはカウンターから女の子が出てきて、カウンターの前で女の子とお客さんがつなぎ同士で座るとか、そういうお店も聞いたことがあるんで、そういうお店はもうなんかもう完全に風営法の許可がないとダメなお店なので、そこはまず違法だし、そういうお店とかで未成年が働いてるっていうケースもあったりするんで、そういうのはもう本当に危険だなって思いますね。リスクあるなって思います。最近コンカフェ嬢とかめちゃくちゃ可愛くて、女の子若い子とかにも特にもてはやされてるじゃないですか。そうですね。憧れのインフルエンサーで私もこうなりたいとかで、中学生高校生の女の子がメイドさんとかになりたいって言って真似したりして、コンカフェの世界に飛び込みたいってなってます。はい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 。でも言ったらやっぱりその風俗とかキャバクラとは違うけど、でも夜の世界に足を踏み入れるっていう意味ではほぼ一緒じゃないですか。お酒を提供して、そうですね。もうほぼ半分風俗ではないですけど、業態的にはそうですね、そういうのに近いところにライトに踏み出せるようになってきて、やっぱりそういう意味で危険な世界に飛び出すっていう意識がないままそういう世界に飛び込んでしまって、それによって何ですかね、逮捕される子もいれば、なんかより病んでしまったり、あとはメンズコンカフェの男の人にはまってしまって落とされたりとか、そういうストーリーもやっぱり見られたりするじゃないですか。
じゃあそういう昨今のその若い子でも気軽にコンカフェに働けるような、まあ割とポップな感じの世の中になってますけど、それについてどう思いますか？そうですね。やっぱり結構 TikTok とかインスタとかでなんかもう載ってる可愛い人気のインフルエンサーの子とかも結構コンカフェとかで働いてる子最近めっちゃ増えてるなって思ってて、やっぱそれによってなんか中学生とか中にも小学生の女の子とかもコンカフェで働きたいみたいな風にやっぱ思ってるんですけど、やっぱりなんかこうお客さんに対してまあ接客するっていうところではやっぱりガールズバーとかキャバクラとかにもやっぱ似てるなってとこはあるので、そういうなんか夜の世界にも気軽に足を踏み入れやすくなっちゃったなっていうところはやっぱコンカフェルームの中でも良くないところではあるなって思うし、中にはそのコンカフェで働く中でなんかこうめっちゃお客さんからこう掲示板とかで叩かれて病んじゃってもうなんかオーバードーズとかそれこそギス化とかそっちになんかこう自分の自傷行為とかの方に足を踏み入れちゃったりとか、あとは逆になんかこうそのつながりとかあと女の子同士のなんかそのつながりとか紹介とかそういうのでメンズコンカフェとかでになんかこう行ったりとかしてそのメンズコンカフェでめっちゃお金使うようになっちゃってみたいな。でさらにそっから風俗に、落ちちゃったりですとか、あとキャバ嬢になっちゃったりですとか、そういう子とかもやっぱりいるので、そういった意味ではやっぱりこうコンカフェブームって一概にはなんかいいっていう風には言えないのかなって思いますね。なるほど。じゃあ働く上ではそういった危険があるってことを頭に入れて、それでもまあ自分のできる安全にできるようになんか注意を払って働く分には全然いいって感じですよね。そうですね。やっぱりまずはちゃんとこう運営がちゃんとしてるお店を面接でこうちゃんと見極めるっていうところと、働いていく上でこの店ちょっと運営おかしいなって思ったらもうすぐにその店をちゃんとこうもうやめるっていうところと、あとはお客さんとかとあまりこう近づきすぎない密になりすぎないっていうところはすごくなんかこう大事なことかなっていうふうに思いますね。なるほど、ありがとうございます。じゃあ逆にコンカフェで働いてた上でメリットとかってありました？そうですね。やっぱりそのコンカフェで働く中でやっぱり可愛い服着て、でなんかお客さんからも何々ちゃん可愛いよとかって言って褒められたりとかするとやっぱり自己肯定感めっちゃ上がるし、あとはその自分がそんなに有名じゃなくてもお店の SNS とかで自分のことを拡散してくれたりとか、あとお店に有名なインフルエンサーの子がいたりとかするとその子がこう自分のこと何々ちゃん可愛いよとかって言ってツーショット撮ってくれたり SNS に載せてくれて、そこからフォロワーが増えたりとかで有名になっていくっていうところもあると思うので、なんだろう、やっぱり自分をこれからどんどん売っていきたいっていう子でもなんですかね、メジャーなアイドルとかとはちょっと違う自分のスタイルで売り出していきたいみたいなことかはやっぱりコンカフェで働くメリットはやっぱあるのかなって思いますね。なるほど。新しいアイドルの形というかインフルエンサーの、最初のスタートとしてコンカフェとして上がっていくっていう手段としてはもう最も素晴らしい方法であると言えますね。そうですね、最近はそういうとこもそっからコンカフェ場からアイドルになって有名になっていくって子もやっぱ中にはいるので、そういう道も多くはないですけど、あるのかなって思います。なるほど。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございます。今日聞いたことを守って楽しくコンカフェのライフを皆さん送っていただければ安全と思いますので、外国の方も日本に来て危ないコンカフェなどには注意してで楽しいコンカフェライフを送っていただければと思います。今日はどうもありがとうございました。バイバイ。